中学スタートの皆さんが、あと高校大学スタートの皆さんが少しでもこれで、試合で勝ちやすくなるものに、近づけたらいいのかなと思います、皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーと翔です。よろしくお願いします。お願いします。今回はそれを2人でどんどんこう上げこうどんどんその勝ちやすいもの、初心者で点数取りやすいのこれだっていうのを、どんどんこうやって、交互に言っていくような感じになります。わかりました。まず1つ目が、単純に勝ちやすくなるのは必殺サーブを覚えようっていうことですね、もうとりあえずもう点数の取りやすいサーブを、いいサーブを覚えた方がすぐ効果が試合では出やすくて、で特におすすめがしゃがみ込みサーブ、これめっちゃ取りやすいです、もう使ったもん勝ちぐらいの勢いですね、しゃがみ込みサーブが一番一押しで、次に、横回転サーブの速いやつと、あと巻き込みサーブの速いやつですね、この3つが私的にはぜひやりやすくて効果も高いぞみたいな。効果も高いですね、点数の取りやすいしゃがみ込みでもできたら最高ですからね。だから一番やばい一番やばそう。こっちじゃない。何でもしゃがみやっぱしゃがみ込みが一番怖いですね。やっぱできるんであれば、しゃがみ込みが一番やっぱ怖いですね。点数になりやすい。ありがとうございます。じゃあ次、横回転の速いやつ。横回転バック側に速い系とかですね。おお。これやっぱ出しやすさ、回転量はとにかく一番出しやすいのかなと思います。初心者の方でも一番横回転が一番切れやすいと思うので、そうですね、やりやすいです。下回転切るよりも多分横回転を切る方が皆さんやりやすいので、サーブレースをこれはちょっと難しいですね。そうなんですよ。ボールの真下を捉えるのってやっぱちょっと中級者ぐらいになってしまうので、レベル的には初心者の方にはそうですね、もうそういう横系のサーブで思いっきり長く出してもらう。そうですね。で思いっきりバック深くに思いっきり振って、短く出そうはいらないですね短くサーブ出そうはいらないですよ。弱く短く出そうとするとですね、上手い人と同じように、短く出すとあんま切れないので、そうです。初心回転量が減っちゃいます。そうなんですよ。回転量減っちゃうので、なのでそうですね。今見て長い方がよりスイングできるので、サーブエースが増えると。で3球目もその後打ちやすいので、長く出した方が次長く返ってくるんで。ガチステッパーの、ありがとうございます。なので横回転はやっぱおすすめですね、速いやつは。であとは巻き込みサーブの、逆回転の、もうこれもバックの長いところに思いっきり同じような感じで叩いている。巻き込みサーブも最近流行ってて分かりづらいサーブなので、それもバックの長いところに思いっきり出してあげると相手がフォアハンド、これも最初短くするとこれも切れづらかったり、短く返されたりして、逆に初心者、最初厳しいんですよね。上手い人と相手だとストップされるときついので、これストップされるとやっぱ打てないので、やっぱ長いところに振ってもらう、思いっきり振ってもらった方が、思いっきり振ってもらった方が次も打ちやすいし切れます。ありがとうございます。やっぱこれが点数取りやすいですね。サロングとか普通のクロスロングとか。でもやっぱ速くて切れてるっていうのがやっぱり今の中でもキーワードになるのかなと思うんで、それを実現しやすいのはやっぱりさっきの3つがやっぱ一番簡単なのかなとちょっと思っちゃいますね。他にってなるとそうですね、YG はちょっと難しいです。あとこういうのとか、そうですね、バックサーブ、そうですね、かなぐらいですかね。じゃあ翔君2つ目何かそれ初心者の方でもう何でもいいですよ。何でもいいですか。もう何でもいいです。じゃあやっぱり異質粒アンチを使うおお、やっぱそうですね。やっぱそうですね。やっぱり得点を取るっていうところにも最終的につながるんですけど、やっぱりボールが返しやすくて、失点が減らしやすい、その結果、得点につながるっていうような感じかなと思うんですけど、しかも回転の影響も受けづらいから、さっきのサーブとかも防ぎやすいっていう。そうですよね、あれも返しやすいし、やっぱ回転を見極めるのがやっぱ最初卓球の難しいんで、最初がその時に最初に返せるのは大きいですね。じゃあやっぱ低めにシェイクバック粒でそしたらやっぱこうやって切れたサーブもこうやってやっぱ返されるですね。こうやって切れてもやっぱ揺れたそうですね。やっぱ回転が読めなくてもやっぱそうですね、返しやすいというですね。触るだけで卓球台の方向を向いとけばさすがにこれは入んないです。そうですよね、変な中心に狙ってればいいですよね。そうですよね。卓球台の
間ぐらいにやっとけばやっぱり返しやすいなっていう。あとやっぱフットワークそんないらないっていうか、とりあえずこういう感じでできる。どこそうですね、確かにカバーが確かにこう来ても多少動きも少なくていいですよね。少なくていいし、やっぱり石質は勝ちやすいですね。やっぱりなんか負担が少ないですね。やべえあとは何ですか、相手もこっちからしてもじゃあ最初取れないですね。そうですね。まあちょっとこれ相手が上手かったらドライブ打たれると思うんですけど、まあやっぱり初級者同士最初やってたら落ちるからね。知らないでやってたらだって落ちるからこれ。そこら辺がやっぱり知ってる知らないとか経験値が結構ものを言う道具だと思うんで、そこら辺は上級者になるとちょっと聞きづらくなるけど、初級者界隈とかだとやっぱ絶大な効果を発揮するのかなと思います。ナックルだったり揺れたりとか止まったり、そうですね、あれをどれが打っていいか、どれがこうつっつくべきなのかとかが、あとはドライブの感覚がまだ完全に発達してるわけじゃないんで、回転でこう上書きできないんですよね。そうですね、はい、上手い人はこう変化を上書きするしてドライブ攻撃するんですけど、それができないから、そうなると面で合わせにいくってなると難しいのかなと。そうなってくると、じゃあ今度はですね、3つ目があれですね、まあ全てにおいてボールをもう入れた方が勝てるっていうもう入れた方が勝てる、1球でも多く返せみたいな格言がありますからね。もうどんな線型、どんな用具、いろんなの、みんないろんなスタイルあるんですけども、もうやっぱ返したもん勝ちですよね。そうですね、もう世界チャンピオンでも初級者でも相手より多く返せば、そうなんですよ。すごい球よりもいかに返球できるかが、ふわっとしたボールでもさっき言ったみたいに技術が固まってないのでミスっちゃうみたいな。シャー君なんかよくありがちな初心者の一発系みたいなのですけど、よくありがちなの出して、そうですね。いや多いですね、ああいう感じの、なんかもう一発打ち型。そうですね、もう3球目を狙いにいってる。もうっていう感じがなんか確かにめちゃくちゃ多いですよね。なんかつなぎっていう概念がやっぱりこうないというか、やっぱりちょっと入れに行ったら怖いなっていうのが結構あるかなっていう感じなので、そうですね。でそこをじゃあ無理せずにこうできるだけコートにしながらやっていくということで、こうやってやっていくんです。っていう感じですかね、やっぱり。いけると思ったけどまだ技術固まってないみたいな。そうですね。なのでやっぱり基本はでも入れて返す気持ちが大事ってことですよね。っていう、やっぱ多いですね、相手。そうですね。やっぱこういうふうに動かされちゃうと体勢も崩れやすくなっちゃうので、こういうところでミスが出るのは結構見るかな。そうですね。だから今みたいに私みたいにこう丁寧にこう入れてるだけで相手よりも攻撃力なくても点数が取りやすくなっちゃうっていう構図が最初の卓球界では大きな有利なんですよね、こちらは。じゃあ今度4つ目、どうですか、シャー君、なんか4つ何かありましたら。やっぱりレシーブ、そうですね。まあもうその入れ合うとか、まあ異質っていうところにも通じてくるんですけど、やっぱりサーブがやっぱりこの持っていける、もう1球目攻撃、それをまず1回防がないとそうなんですよね、もういけないんで、そうですね、今までのラリー入れるといってもまずレシーブを入れないとっていうところでレシーブのテクニックがもう入れやすい方法だったり何個もあると思うんですけれども、例えばグッチさんが動画で出してる角度を合わせるっていう、角度をまずそこが基本っていうか、回転に対してこうしっかり面を合わせてるっていうところが1点と、あとは回転を自分の能力で書き換える上書きのやつと、あと自分が出してるのは真ん中の真ん中に返そうっていう、この3つはあるとすごくレシーブが安定するのかな。そうですね。いや前思ったんですよ。そうなんですよ。ただ角度と上書きとにシャークのやつは真ん中のやつを多分あれ全部混ぜると一番いいです。一番入る。上書きで真ん中狙えばいいです。そこにプラス上書きなんかちょっと難しいなと思ったらこういう粒を使ってもらえばいいかなという感じですかね。そうですね。まあここら辺細かいのはまた卓球チューブルの概要欄に細かいのは載せておきます。角度だけちょっとじゃあ角度じゃあ横回転のサーブと同じ角度をコピーすると合わせると
うやって返せる。回転さ、合わせる、返せる。じゃあ今度逆回転します。で、逆側になるので、返せるですね。今度上書きいきます。早いですけど。で、今度は引き付けて思いっきり切ります。ここら辺が安定するポイントですよね。そうですね。上書きは、めっちゃ上書きは回転を見なくてもいいからいいですね。上書きは回転見なくても切れるから。で、あとは真ん中にレシーブを集めた方がいいってことですね。ここら辺にそうですね。真ん中の方がいいですね。やっぱり出る可能性は。一応真ん中狙ってるんですけど、やっぱりちょっとそうですね。10センチ四方ぐらいにはこうばらけちゃうんで。実際サーブだって横回転とかが特に最初の世界だと多いんで、横なんで、横なんでやっぱ端っこ狙ったら外れちゃうじゃないですか。こう狙っちゃうと。そうです。隅っこ外れちゃうんで。まずはこう入りやすいところを狙うという。横回転の影響を食らっても入るような状態にはしておきたいですね。そうですね。技術のブレが初級者になればなるほど真ん中を狙ってるんだけど、こんぐらいみたいな。そうです。でそこでどっかで入れば、試合としては OK じゃないですか。そうですね。ありがとうございます。5個目はつっつきたいつっつきを強くなっとけっていうことです。やっぱ最初にサーブを返す時の一番多いレシーブというのは先ほどやったのは全部つっつきだったんですよね。角度レシーブ、上書きレシーブ、真ん中に返す、基本つっつきで入るので、全部下回転のラリーがまずからスタートすることが多い。そうなんですよね。下回転をやってから上回転になるっていう形が卓球の最初では一番多いので、てかもうトップ選手もそうだしね、大体下から上に上がっていくような感じなんですけども、でその下回転をやってる時に簡単に返せる方がつっつきになるんで、で特に最初はその卓球始めた時ってまだドライブの安定度とかないので、そうですね。なので何が大事なのかってつっつきの安定度がないと勝てないっていう。てかつっつきの安定度があれば逆に言えばドライブ打てなくても結構勝てちゃったりするので、じゃあとてもつっつきはどの戦型でもカットマンでもとても大事ですし、攻撃マン粒高系の人でもつっつきはミスなく粘れるってことが勝ちやすいのかなと思います。じゃあちょっとやってみますかね。つっつき地味ですけど、これランダムでいきましょう。せっかくなので全面なのでこうつっつきで粘る、これでいいです。切らなくていいです。切ると難しいのでとりあえず合わせるだけでいいので、こうやって合わせてつっつきで低く返す意識だけでも、これで、試合も実際これで粘るのが結構大事ですね。そうですね。つっつきで粘るありがとう。よし。で相手が例えば攻撃する選手であったとしても、つっつきで粘り合えば無理せずにこっちはつっつきで粘って無理せずこっちは逆にそう相手が無理してくるんで、だから逆に自分が無理して変にこうつっつきしてるのにこれねこうやって打つともったいないので、入らないとかだったらもうつっつきで粘った方がいいです。こうやって入れて相手が打つ、相手も打ちミスが多いので打ちミスが多い世界なので半分も入るか入らないからね。これはちょっと半分入らない。半分入らないですつっつきは。なのでつっつきで入れてた方が勝ててしまうという感じですね。なので実はこのつっつき地味だからみんなやりたがらない傾向にあるんですね。どうしても上回転のラリーの方が楽しくてそっちばっかりやっちゃうんですけど、実はこのつっつきを辛抱強くやっている方が県大会とかも出場しやすいっていうのが分かってますので、ドライブ覚えなくても勝てるポイントとしては今のやつ、45度の角度で合わせるような感じでつつきしてもらえればチャンスは見えてくるのかなと思います。じゃあ今度6つ目何かあります？そうですね。もうそうするともうちょっと話の流れになっちゃうんですけど、もう全然違うものでもいいですよ。練習とかでもいいです。でもやっぱりループドライブを覚えよう。おお、そうですね。いや、めっちゃわかるそれ。やばい、それめっちゃわかる。自分も小学校5年生から始めて、1年間もう遊んでたんですけど、小学校6年生になってやっぱりさっきみたいなこの展開が多い。つっつきつっつきつっつきで、僕らはもう昔の田舎なんでスマッシュとかがすごい教わることが多かったんですけど、やっぱりちょっと別の人からループドライブを覚えた方がいいよっていうので、そのループドライブを覚えた瞬間に県大会で3位になれたというのが、小学生でもう人数少ないんですけどね。でもやっぱりこのつっつきつっつきをこうつっつきつっつきつっつきギュッっていうこの急に角度が変わるポイントを作れると、しかもむしろそうですよね。つっつきつっつきのラリーの中で確実に攻撃ができるとしたらループドライブですよね。
それをスピードドライブで打つ人はやっぱ中上級者そうですね、強いになってきちゃいますので、だからそれだと、やっぱミス率、やっぱはったりになっちゃうんで続かないんで、だから確実にしかも確実、入る確率の高いもの、ゆっくり回転を強くかけるっていうのだけでもやっぱり技術が成熟してない中の話なんで、やっぱり1本ループをかけたら取れない。そうですね。いや大体取れないです。もし取れたとしても次打てるっす。そうですね。はい。次取ったとしても浮いてるとか。あったとしてもパーン1球だけ入るみたいな。そうですね。5球あったらそのうち1球ぐらいはミラクルが起こるかもしれないですけど、みたいな感じなんですね。半分以上は取れる、ループで取れるんじゃないかな。私もループの考えめっちゃあるんで、その草根の卓球の中でもループドライブの効果の効き方がやっぱ絶大的なんで、私ループってことですね。なので遅いドライブってことですよね。だから3球目で一生懸命攻めなくても自分がループできるっていうのが見えたら。なるほど、そうですね。いや、これを飛ぶの結構難しいですね。そうですね。しかもゆっくりすぎてタイミング合わないですよ、こっちは。はい。いやだからしかもゆっくりでめっちゃかかってるボール合わせられないですよね。そうですね。リズムが合わせる。あれが打てるとしたらもうカウンタードライブだ。いや、それをこれ返すの難しいです。やっぱり安定感もやっぱり技術の中ではある、ドライブの中でもやっぱり安定感あると思うんで、個線的には山なり、とても高い山で回転量が非常に強いものなので、安定度非常に高いですね。ドライブの中で一番入りますよね、入る球としては。フォアじゃなくてもバックの方が得意だったらバックでやってもいいかなと思うんですけどね。そうですでもループドライブっていうのはこの初級者の中でも驚異的な効果を発揮しますし、次のステップに上がるためにもやっぱりそこをまず覚えれたらいいかなと思います。はい。ドライブよりもブロック1本止めようっていうことですね。どんどん発展してそうです。いや、もう本当にそうですね。ラリーがどんどん長くなっていくと、もうぶっちゃけブロック1本しっかり止まれば、ブロック止まればドライブ打てなくても、そうですね。かなり勝ちやすい世界ですね。やっぱドライブ連打をしてくる人がとても少ない。てかもうドライブ連打してくる人はもう上級者っていうか中級者の上の方だったりもう全国大会では動いてもう一回打つみたいな。そうですね。県の上の方に行く人たちとか連打は当然なんですけども、やっぱ初心者の世界になりますとやっぱりそういうやっぱ1本打って終わる連打できない方が非常に多いので、要するに1本なんとかこうブロックできる力がドライブもう打ちたいけどなかなか覚えられない人はもう逆に言ったらブロックをちょっとしっかり止まるようになんとかできたらそれはそれでかなり勝てるので、ちょっとじゃあ分かりました。僕が打つ方ですか。そうですね。打ってもらっていいですか。じゃあ私ブロック1本で頑張って。なんかとりあえずバックに続き。どうしようかな。ロング出します。あれします。はい。これ1本ダメ。もうこれでいいんですよ。もうこれでいい。だってあれを回り込んで飛びつける人はなかなかいないですから。1本止まればいいんですよ。もう一回言ってもらっていいですか。よくあるのがこうやっちゃうんですよね。こうやっちゃう人もいるんですよ。打ってみたいな。そうですね。みたいな。もうトッププレイヤーですよ。打ってやっちゃう人も多いんで、そう打ってしたいんですけど、そう我慢みたいな。我慢する。これは厳しい。入れるだけでいいんで、動かさないでだけで。連続では打てない。よくあるんですけど、もうこれだけでいいんですよ。これで、で次もこうやって。だからドライブそんなに運動力能力相手の方があるとは思うんですけど、こうやって気づけばいいですね。相手に気づいて、あの人も1本ブロックすれば帰ってこない、ミス多いわって気づけば、さっきのループをやったとしても、もう一回次今度上回転のボール返ってきたら多分打てないですからそうですね。いや実際難しいです。よくあるのもこっちフォアもこうやって振っちゃうんですよね。これ難しいんですよ。やっぱカウンターしてるんで、それをよく振ってこれでいいです。これでいいです。なのでやっぱラリー中のやっぱ初心者の世界で勝ちやすいものっていうのはブロックする。ブロック意識するだけでいいっていうことですね。ラリー中は。なのでそこら辺もやってもらえたらと思います。今度7つ目なんですけども、7つ目はやっぱり
いろんなこの例えばさっきのつつきとかドライブとかいろんな要素があると思うんですけど、ボールの中に、速い球とか、回転とか、今さっきまで出たのは回転が結構多かったんですけど、そうですね、やっぱりコースを狙おうそうですねかなっていう、卓球台こういうふうに四角っていうか、全部で言うと長方形ですけど、こっちで言うと正方形ではないかな、単純にやっぱりさっきも話の中で動きの能力がやっぱりそんなにない、そうですね、やっぱ動かされたらやっぱなかなか崩れちゃう、簡単にミスしちゃう世界なので、基本的にコースを狙うで相手を動かそうっていうところなんですけど、やっぱり回転かけるのやっぱりちょっと難易度が少し高い、で速い球を打って相手コートに入れるのもやっぱちょっと難易度高い。そうですね。なるとコースが一番相手に効いて、自分で簡単にできるのかなっていうところがあるので、どんなにしょぼい球でもコースをついていくっていうのは一つ、いい手段なのかなと。さっきもラリー中にブロックするブロックだけでいいっていうこの感覚も気づいたらコースポンって軽くストレートにやっただけでもう勝手に取れない強烈な球にこんな思いっきりバーンなんて振らなくてもピッてやっておけば相手がうわーってなるので、いや確かにコースって便利ですね。コースの工夫っていうところを意識するだけでできるものだからいいですよね。ちょっとじゃあやっていいですか。はいどうぞ。はい。そうですね。やっぱちょっとプレー中はやっぱり結構難しかったりするんですけど、もう単純にどうしましょうか。もう出します。 OK です。おっいやそうですね一番簡単、右の場合は一番こういうのが簡単かなと思います。そうですね、確かにコースいやそうですね、いやもう単純にもうそうですね、こっちのコースこう行ってですねっていうのが一番簡単なのかなと。相手を動かしてわーってなったところを空いたスペースを狙うっていうところがいいかな。あとは4分割、しっかり4分割してサーブを散らすっていうところ、シンプルだけどとても大事なことです。自分もやられたら結構辛いみたいな。いやそうですね。しっかり狙われるみたいな。しっかり狙ってくる人がいい。辛いですね。いやありがとうございます。今度は8。ちょっとここでちょっと根性論的なものになるんですけど、精神論。人一倍練習せよってことです。これ当たり前なんですけど、超当たり前なんですけど、これめっちゃ大事ですよね。やっぱり運動神経がいい方が良かったりすると思うんですけど、やっぱりこの道具を打つっていうところで、なんか球扱いがやっぱり優先なのかな。例えば陸上とかの場合って陸上部じゃないやつでも陸上部に勝つみたいなあると思うんですけど、卓球って僕それ起きないと思うんですよ。卓球部じゃないやつが卓球部に勝つってそれは起きないですね。やっぱりここのラケットコントロールだったり感覚的なものが非常に大きい、やっぱり練習がすごく大事なんだろうなと。そうですよね。やっぱ練習量、やっぱ努力は必要だよっていうのは当然なんですけども、やっぱり人一倍の努力が勝ちやすさ近づけるのかなとは思います。じゃあ9個目がですね、卓球好きになって勉強しようっていうところなんですけど、動画見てるぐらい好きだと思うんですけど、やっぱり今初心者が勝つための10戦だか20戦だか分かんないですけど、10戦ですねやってると思うんですけど、やっぱりこれも勉強だと思うんで、初心者が勝つためにはサーブとかレシーブ、こういう方法があるよっていう、やっぱりあとは粒高だったりも、やっぱり最初つまずくは打てないわ、でも粒高の性質を知ることによって結構攻略の糸口が見えてきたりすると思うんで、まずは初心者が勝つためにこうすればいいんだとか、粒高の性質ってこうなんだっていうことをまず勉強して知れば、そこからちゃんと正しいステップが踏めるのかなと思うので、そういったところでなんかもう適当にわーってやるよりかは、これとこれとこれをやればいいんだとか、こうだからこうなんだっていうところが勉強して分かることによってもっともっと面白くなって、そうですね、卓球が分かって効率のいい努力ができるんじゃないかな。そうですね、効率のいい、そうですよね。やはり下の中の戦いってみんなだってやっぱ県の中に出てるんで、やっぱ努力してやってきた、選ばれた人たちなんで、だからその中で勝ち抜くってのはやっぱ大変なので、ちょっとなんか抜けないといけないってなると、
そうちょっとした、そうですよね、知識の差だったりとか、工夫の差だったり、そうですね、工夫だからで変わってきますよね、確かに。はい。じゃあラスト10。10個目はその成長しやすい練習の方法っていうのは2人ともこう共通したのがあって、ちょっと言ってもらっていいですか？多球練習。はい。まあやっぱそこですね。やっぱりいっぱい練習しようとかって言ったんですけど、いっぱいやっぱ球打たなきゃいけないってなると、そうですね。この対人ではなかなか続きづらい環境。そうですね。はい。対人だとやっぱり、やっぱ特に卓球がまだ初心者同士のラリーだったら、これラリーがやっぱ続きづらいっていうのもあるので、そこでやっぱ例えば1分間にこうどれだけこう打ってるのが長いのかっていうので勝負していくと、やっぱ卓球練習だったらそうですね、相手がほぼノーミスの状態でしかも結構速いピッチで来るので、同じ10分人と練習するよりも10分卓球やったら、卓球練習でも10分やるだけで結構きついですよね。結構きついです。結構変わるものなので、ボールを打ってる数とかだともうどんぐらいなんですかね、5倍10倍ぐらい変わってくるのかなっていう。いやそうですよね、実際そのぐらいになってくるんで、だからできたら卓球練習を入れてほしいっていうのは、そうですね、ちょっと難しいですけど、まあ多分環境にそうですね、やっぱボールがたくさんいる、あとは球を出すコーチだったり先生だったり、あとは自分たちで出せる能力が必要になるっていうのがもちろんあるので、ハードルはちょっと上がってしまうんですけど、ただまあ上手くなるために成長するためにはこう多球練習っていう超効率のいい練習法も勝ちやすい差っていうのも入れてもいいのかなと感じました。10戦プラスアルファですねプラスアルファという感じで、あと中学スタートの皆さんが、あと高校大学スタートの皆さんが少しでもこれで試合で勝ちやすくなるものに近づけたらいいのかなと思います。シャオ君、今日はありがとうございます。協力してくれてありがとうございました。というので、皆さん今後もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し、役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。